や今日はもうお昼めちゃくちゃ天気が良かったんですね。で最近ちょっと昼夜逆転ずっとしてたんですけど、やっぱちゃんと人間の生活に戻った方がいいかなっていう自分の中のキャンペーンが始まりまして、ちょっと日光浴がてらウーバーでちょっとこう小遣い稼ぎをしようとね、2時間昼間にチャリンコを転がしたわけですよ。で、そしたらローソンから注文が入っていったんですね。で、そしてその到着したら前のお姉さんがね、その一番くじをやっていて、で今何の一番くじやってんだろうなってパッと見たら、たまごっちのね、プチプチお店設置の今ね、スイッチで出てる新しいリバイバルのたまごっちの一番くじをやってたんですね。で、僕もたまごっち通ってた人間なので、いいなと思いつつ、で、そのお姉さんがなんと B 賞をバーンってね、当てたんですよ。で僕もわあおめでとうってね心が思いつつ、でちょうどそのお姉さんとねすれ違いそうになった瞬間があったんですよ。でその時に僕ね不意に言っちゃいそうになりました。元気にしてた。危ないですね本当に。あと一歩間違ったの不審者オブ不審者ですよね。もうその見ず知らずのねこう一般男性が急に元気だったっていうねいうのも怖いと思うんですけど、いやなんかねこのやっぱ10年間のその安否というかね、やっぱお互い元気にしてたっていうのはその友達と会ったような感覚になっちゃったんですね。でもなんかこれなんかデジャブな気がするなと思ったら、前テレビ東京のあちこちオードリーので元日向坂の佐々木久美さんがゲストで出られていて、たまごっちの一番くじが品切れになってたと。で佐々木さんはそれを楽しみに行ったんだけど、品切れてて、ちょっとショックだったんだけどすごいグッときたと。でそのグッときた理由として、やっぱ当時ね小学生低学年の頃ね、こうみんなでたまごっちやってたその世代の子たちがみんなやっぱ大人になって自分でお金を稼ぐようになり自立してたまごっちの一番くじをやってるんだって思うとすごいグッときたって話をされていてね、まさにそれだと思ってわかるって思いまして、本当にだからね元気だったってねこの感じでどもりながら元気だったっていうの一番気持ち悪いと思うんですけど、危なかったですね。いやてかそういうことがありまして、でやっぱ改めてねちょっとたまごっちと自分の距離感っていうのをねちょっとこう話したいなと。でそこから何か見えるものがあるんじゃないかと思ってねちょっと話していきたいなと思うんだけども、そもそも僕はたまごっちとの出会いは小学1、2年の頃でしたね。そのね僕のね家の横に住んでたねまゆちゃんっていう女の子がいまして、そこの家庭はねゲームもアニメも漫画もそういうなんかエンタメがねすごくね風通しよく入ってくる家庭で、僕の家はね結構ねお堅い家庭だったので、そのねまゆちゃんと接することによってカルチャーを知るっていうね、そのカルチャーハウスカルチャーハウスが真横にあったんですね。でそこから僕もたまごっち知って、ちょっとどうしても欲しいと。で母親にお願いして車で黄色のマーチで行きました。ノラ・ジョーンズとかね、あとはジャクソン5とか、あとモータウンがね結構うちの母親がですね奇抜な女でして、未だに会うとスマホの裏がこう完全にデコられていたりしてまして、その奇抜の女とその黄色のマーチでそのトイザらスに向かったわけですね。で皆さんねトイザらスってご存知ですか？そのおもちゃ屋さんなんですけど、とにかくどでかいんですよ。何もないその高架下にバーンと喫立してるでかいおもちゃ屋さんがあるんですけど、僕本当にトイザらスもめちゃくちゃ好きで、ちょっとね母親とそれも長蛇の列、任天堂 DS 以来の長蛇の列ですよ。でそれを並んで、やっぱねそのどんどん順番に近づいていくんですよ。でっかいトイザらス。ワクワクしてくるわけですよね。でバーンってどでかい自動ドアを抜けると、そこにはちょっと雪国みたいな感じ、暗いトンネルを抜けるとそこにはみたいな、ちょっとうる覚えで申し訳ないんですけど、いやもう目の前にねたまごっちがもうたくさん陳列されてるわけですよ。本当にトイストーリーで見たバズ・ライトイヤーのようにね陳列されてるんですよ。ついに俺も買う時が来たか。小学1年生のねなんていうんですかね、やっぱ今じゃもうあんま得られないワクワク、刺激、感動、衝撃バーンって食らいまして、でそこから僕はねたまごっちに興ずる日々が始まるんですね。で僕結構ね一回ハマるとみんながちょっと飽きてからもずっとそこにはまり続けるっていうタイプの人間でして、だからそういう意味でも今たまごっちプチプチお店地のリバイバルが来てるけど、僕は裏玉のリバイバルまで待ってます。皆さん裏玉ってご存知でしょうか？
ね、その裏玉っていうのはたまごっちの裏の世界線で、みんなの登場キャラクターの性格が反転してるっていう世界なんですね。で例えば豆っちだったらこう真面目な子なんですけど、その反転した世界に行くとひょうきん、なんか尻尾がついてね、で輪郭も黒からなんか紫色青っぽくなりまして、その反転世界があるっていうのはね、めちゃくちゃ面白くて、でめめっちもおしゃれ系の子が、あれギャルだっけ、なんか羽がこれぜひねちょっと有識者の方教えていただきたいんですけど、で、はい、でそういう変化もあって、それもめっちゃコンセプトも世界観もすごく可愛くてシュールで面白くてハマってたんですね。あとね、あんまちょっとこう記憶がねちょっと曖昧になってきちゃうんですけど、大きいたまごっちがあって、なんかねそれはねいろんなお店に行けたり、なんかねその別のコンセプトのちょっと番外編みたいなものがあって、ちょっとねそれも有識者の方にねちょっといたら教えてほしいんですけど、なんて名前だったかな。でそれもねやってました。であとカードダスもやってましたね。皆さんたまごっちのカードダスご存知でしょうかね。身の回りは結構虫キングラブベリーやってる中で、僕はもうたまごっちのはいカードダスやってました。だからねこれでちょっとねさすがに分かっていただけると思うんですけど、こうねなんかそのたまごっちとか、例えばそのパワーパフガールとか、今こう流行ってるものにこう便乗してるだけなんじゃないのっていう、はい、会議士に司られた方もいるかと思います。僕はねど真ん中なわけです。はい、97年の人間に対してはそこはど真ん中。もちろんシール交換もしてありました。はい、シールの話はまた今度で分厚くて中にねビーズが入ったやつが一番レアって話もあるんですが、その3階に行って、でそのたまごっちのねカードラスに行ったんですよ。でそれ確かまだちっちゃい頃だから、おばあちゃんと一緒に行ったんだかな。そうしたらそのお金を入れようと思ったら、お釣りの場所になんとね100円玉で無数に入っていて、本当金貨財宝石を掘り当てたみたいに、もうねバーンってね、本当に竹取の翁と同じ気持ちですね。光って見えました。竹ならぬお釣りの場所が光って見えました。神々しく僕は目をつぶりました。開きました。たくさんの100円玉がありました。で小学生の僕は思いました。めちゃくちゃやれんじゃんって、めちゃくちゃカードラスできんじゃんって思ったわけですね。でそこにいたおばあちゃんがダメですと。でちょっとこうね、あれな、でもパッと後ろ向いてたんですよ。そうしたら結構ね人が並んでて、なるほどこれを一人だけでやってはいけないんだと思って、みんなにねその100円を分けて分配しようとしたんですね。そしたらその隣にいたばあちゃんまた違いますと。なるほど、これどうすればいいんだ、レジのお姉さんに返すんだってね。だから僕は教わりました、そこで道徳を。でそれで店員さんに100円を全部お渡しして、でまたねそのカードラスに戻って100円玉入れてゲームを始めたんですよ。でそのカードラスってね、その最後に1枚のカードがランダムでもらえるんですよ。そしたらなんと一番レアのマキコが当たったんですね。皆さんマキコってご存知でしょうか。さっきも話したね、おしゃれ系のメメッチをある進化条件がありまして、そこを達成すると、シークレット進化みたいな感じで、マキコですよ。メッチメメッチ口パチ何々っちってある中でマキコですよの、しかも SS レアみたいなやつがね出たんですよ。でね、小学生ながら僕は思いました。最高。本当良い行い、善というものはね、こんないい結果に結びつき、かつ世の中のためにもなっている。気持ちいいぜ、気持ちいいぜって思いましたね。どういったねその文化的な影響があるのかなって考えた時に、やっぱそのキャラクターデザインってのはやっぱすごい大きいと思うんですよ。でそれこそプチプチお店っちもそうですけど、キャラクターのテンション感、なんかやっぱちょっと違うかもしれないけど、さくらももこイズもちょっとどっか感じるんですね、そのこじこじ系譜の。でそれでそのたまごっちの、その小学生の頃を思い返すと、当時自分が何にハマってたかというと、そのゲーム、ディズニーもそうなんですけど、あとやっぱそのフラッシュアニメにもハマってまして、その鷹の爪団とかですよね、古墳ギャルコフィとかドカンくんとかね、フロックマンショーですよ。そう思うとやっぱねシュール、平成9年生まれってやっぱシュールないろんな文化に触れて育ったのではないかと思うんですね。
から結構ねそういう意味でもチューブラリンだと思うんですよ。そこからまたこうかっちりしたものが生まれたりで、その前かっちりしてて、ここだけなんかねそのフラッシュアニメとか、ある種実験っていうのはその低予算で何か作るっていうその緩さとか、そこにある面白さ、笑い的な部分が結構自分も影響を受けてるような気がして、実際、僕普段音楽を作ったりしてるんですが、で確かに具体的にどんな影響があるかというと、そこね僕ねリスナーとしてやっぱかっこいいものとかすごいシュッとしたものが見るのは好きなんですけど、全然作れないんですね。まずびっくりするぐらい絵描くのも好きなんですけど、絵も結局ねなんか緩いキャラクターしかね描けなかったりしましてね、かつ音楽も、かっこいいの作りたいなって気持ちはあるんですけど、やっぱねどっかシュールでなんか面白くてちょっとやっぱ可愛い、可愛いかもしれないですね。可愛い、やっぱたまごっちもそうですし、やっぱ無意識にこうねやっぱ可愛いを自動享受していたのかもしれないですね。だからでも改めてそう思うと、97年生まれのこう人間としてやっぱたまごっちとのこう距離を改めてこう考えてみると、得られた発見としては、やっぱ97年生まれあたりのルーツはシュール可愛いなのではないかと思います。結局はそこからウーバー終わって、やっぱその一番くじ佐々木久美さんも品切れって言ってたけど、あそこのローソンにあったなと思って行ったんですね。でやりました。4回やりました。その日のウーバーで稼いだお金全部使いました。いやほんとねこれ分かっちゃいるけどやめられねえっていうのはこういうことかもしれませんね。はい、ちょっとね今後はまた改めてねこう自分が好きだなと思ったものがこうなんで自分好きなんだろうなとか、自分とどんな距離感でどんな自分は影響を受けてるんだろうなっていうのをちょっと言語化するためにね動画を撮っていきたいなと思いますので、またもしよかったらぜひ見てください。ありがとうございました。